皆さんこんにちは。鈴鹿です。鈴鹿のポッドキャストへようこそ。皆さんは逆カルチャーショックという言葉を聞いたことがありますか？外国に行った時に自分の国との違いに気づくこと、驚くことをカルチャーショックと言いますね。それとは反対に、海外での生活に慣れた後、自分の国に帰った時に感じる違和感や戸惑いを逆カルチャーショックと言うそうです。私は韓国に住み始めて気づけばもう5年が過ぎました。韓国での生活が長くなるにつれて、日本に帰った時に、あれ？日本ってこんな感じだっけ？これどうやってするんだっけ？と思うことが少しずつ増えてきました。もちろん私は日本人なので、日本の文化も日本での生活もよく知っているはずなんですけどね。最初にお伝えしておくと、今日はもう日本と韓国のどちらがいいという話ではありません。地域やお店も人によっても全然違いますしね。今日お話しするのはあくまで韓国で暮らしている私が日本に帰った時に感じた個人的な経験です。前半では日本語や日本の生活ルールでプチパニックになった少し笑えるお話です。そして後半では日本と韓国2つの国に自分の居場所があることについて少し真面目にお話ししたいと思います。ぜひ最後まで聞いてくださいね。まず一つ目は日本語です。日本人が日本で感じる逆カルチャーショックなのに、最初から日本語の話です。日本人なのにどういうことって思いますよね。私は日本人なので、もちろん日本語は自然に話せるんですけど、最近日本語を話しているのに、なんか自分でも混乱することがあります。私の夫は韓国人ですが、日本語ができます。なので、普段私たち夫婦が話しているのは、日本語と韓国語がごちゃ混ぜになった私たちだけのミックス言語です。一つの文章の中にもう日本語と韓国と両方入っていたり、最初は日本語で話していたのに途中から自然に韓国語になっていたりします。でも私たちにはそれで意味が伝わるので、普段は特に問題ありません。ただその話し方に慣れているので、日本に帰ってからもいつもの癖で韓国語が出てしまうことがあります。日本語を話している途中で韓国語の単語だけが急に入ってしまったり、日本語の単語が突然思い出せなくって韓国語だけが先に浮かんだりします。そういう時はちょっと一人でパニックになります。あれ今なんて言いたかったんだっけ？この言葉日本語でなんだっけ？ってね、こう頭の中が突然すっごい忙しくなって、なんか変な汗も出ます。日本の家族とか友達からは、イントネーションがちょっと韓国語っぽくなったって言われることもあります。特になんかこう、ああそれねっていう時、私はなんか、ああそれみたいな感じでこう少しね、最後の部分を長く伸ばして言うことがあるんですけど、その言い方が韓国語っぽいそうです。でも正直自分ではよくわからなくて、どうですか？今の言い方韓国語っぽく聞こえました？韓国語がわかる方はぜひ判定してください。私自身はね、普通の日本語を話しているつもりなので、こう指摘されると、どこがって思います。
それから私は大人になって間もなく韓国に来ているので、大人になってから使うようになった言葉の中には、韓国語ではわかるけど日本語ではすぐに出てこないものもあります。例えばね、室外機とかです。韓国語で何と言うかはわかるのに、あれ日本語ではなんだっけってなることが結構あります。そしてこれはまた別の話なんですけど、前に日本で日本語を話したのに、なんか相手に意味がうまく伝わらなかったこともありました。もちろん、何度かねやり取りして最終的には意味を分かってもらえたんですが、途中で相手の方が英語を使って返事をしてきました。私は突然英語で返事をされてびっくりしてしまって、すいません、私日本語しかできませんって言うと、相手もなんかすいませんすいませんみたいになって、少しね気まずい空気になりました。私は日本人として日本語を話していたのに、なぜか英語で返事をされてしまったんです。今考えると面白いんですが、もうその時は本当に焦りました。で、こういう経験があると、その後は変に緊張するようになるんですね。本当だったら自然に話せるはずなのに、大丈夫かな、ちゃんと伝わるかなって考えすぎて、逆に不自然な話し方になることがあります。特に丁寧な日本語や敬語を使うときは少し緊張します。今の私の普段の生活では日本語の高いレベルの敬語を使う機会があんまりありません。そのため日本で急に丁寧な日本語を使おうとすると、この言い方で合ってるかな、なんかもっと丁寧にした方がいいのかなって考えてしまいます。自然に使えるはずの日本語なのに日本語を考えすぎてしまう。これも私が日本に帰った時に感じる不思議な変化です。ここまで聞いて、日本語の先生なのに大丈夫って思った方もいるかもしれませんね。大丈夫です。レッスンの時はちゃんと日本語を話せます。ただ普段あまり使わない敬語をね急に使おうとしたり、緊張して考えすぎたりすると、母語である日本語でも一瞬言葉がね出なくなるっていうことがあるんだなっていうことを私自身も改めて気づきました。ということで、言葉だけでも今ね十分パニック状態なんですけども、ここからはさらに汗が出てくる日本の生活する時の小さなルールのお話です。私は日本で長く生活していたので日本のルールを知っているはずなんですが、久しぶりに日本へ帰ると毎回これどうするんだっけって周りの人を確認することがあります。最近大阪へ旅行した時もそうでした。日本ではエスカレーターに乗るとき片側に立ってもう反対側を開けている人が多いですよね。ただ東京と大阪では一般的にエスカレーターに立つ位置が違います。私は大阪でエスカレーターに乗るたびに、大阪どっちだっけ、右左ってなってました。間違えて反対側に立たないように毎回前にいる人を見て合わせていました。日本のルールを知っているはずなのに、大阪旅行中はずっと空気を読むゲームをしているような気分でした。でも
エスカレーターとかは前の人を見ればなんとか正解がわかりますよね。でも問題は前の人を見てもよくわからない時です。私が日本で特に緊張するのはバスです。電車も難しいですけど、バスもっと緊張しませんか？前から乗るのか、後ろから乗るのか、お金は乗るときに払うのか、降りるときに払うのか、整理券は必要なのか、あとほら、交通系 IC カード、これは乗るときと降りるときの両方でタッチするのかどうか。地域によって乗り方が違うこともありますよね。なので、バス停にバスが近づいてくると、どっちから乗るの？私は今何をすればいいの？もう間違えたらどうしようって急に緊張して、また変な汗が出てきます。私はこの緊張が嫌なので、日本ではできるだけバスに乗りたくありません。怖いです。そしてバスに乗らずに無事ラーメン屋さんまで着いたとしてもまだ安心できません。私ラーメン大好きなんですけど、ラーメン屋さんに入る時も少し緊張してしまいます。日本に住んでいた頃は全然大丈夫でした。毎回行くラーメン屋さんがほぼね決まっていたからかもしれませんが、久しぶりにラーメン屋さんに行くと、先に食券買うのかな、まず座るのかなって、まずここで一度入り口で止まってしまいます。そしてね、食券の機械も意外と難しくないですか？ラーメン選んだ後にもう麺の硬さ、味の濃さ、油の量などを機械で選ぶお店もありますよね。でも別のお店では機械では何も選ばず、席に座ってから店員さんに聞かれることもあります。昔はそれを普通にしていたはずなのに、久しぶりだと、今ここで選ぶの？それとも後で聞かれるの？って緊張してしまいます。ね、食券の機会だけでも大変ですが、最近の日本には私を緊張させる機会がもう一つあります。それがセルフレジです。私が日本に住んでいた頃は今ほどセルフレジが多くありませんでした。店員さんが商品を登録して支払いだけを機械でするレジも私はあまり使ったことがありませんでした。なので、お札どこに入れるの？もう細かいお金はどこに入れるの？次は何をしたらいいの？って毎回焦ります。で、ちょっとね、忙しくない時間とかだったらいいんですけど、後ろに人が結構たくさん並んでいると、もう大変です。早くしないとって思うほど画面の文字が頭に入ってきません。普通なら簡単にできることなのに、後ろに人がいるだけでもう汗が止まらなくなります。日本人なのに日本のレジで観光客のように戸惑っています。でも日本語を話す時に緊張したり、日本を旅行しているだけなのにこうした小さなことでちょっとパニックになったりするようになってから、前よりも外国人の方の気持ちがよくわかるようになった気がします。言葉とかルールをある程度知っているって言っても、後ろに人が並んでいたり、早くしないとって焦ったりすると、急に頭真っ白になりますよね。皆さんも
日本語では何と言えばいいか分かっているのに、実際の場面では言葉が出なかった、そんな経験があるんじゃないでしょうか。日本語を勉強している方がレジとか飲食店で緊張してしまう気持ちも以前よりもっともっと具体的に想像できるようになりました。私自身が日本でプチパニックになることは少し困りますけど、日本語を教えるということを考えると悪いことばかりではないのかもしれません。ここまでは頭の中でパニックになったお話でした。でも次は私が考える前に体が勝手に動いてしまうお話です。日本に帰ると頭では日本にいるって分かっているのに、体だけが韓国での習慣を覚えていることもあります。例えば車に乗るときです。韓国の車は左側に運転席があります。私は韓国で運転をしないので、普段は右側の助手席に乗るんですけど、その癖で日本でも無意識に右側へ行ってしまいます。でも右のドア、日本の車では右側が運転席ですよね。なので私が運転席のドアを開けようとすると、お母さんがあんたが運転すんのって言われます。お母さんは私が運転することをとても怖がっていますので、毎回びっくりしています。もちろん私も運転をしようって思っているわけじゃなくて、体が勝手にいつも乗っている方へ行ってしまっているだけです。飲食店とかでも似たようなことがあります。韓国の飲食店ではテーブルの横のところに小さな引き出しがあって、この引き出しの中にお箸とかスプーンとかナプキンとか入っていることが多いです。で、その習慣がもう体に染みついているので、日本の飲食店でも無意識にテーブルの横を開けようとしますが、当然何もありません。その時にあれない、日本かって気づきます。頭では日本でいるっていうことを分かっているのに、体は韓国での生活を覚えているっていう感じです。こういう小さな間違いをすると、自分の中に2つの生活習慣が入っているんだなっていうのを感じます。ここまでは私の体に残っている韓国の習慣についてお話ししました。でも日本に帰って驚くのは自分の変化だけじゃありません。私の記憶の中にある日本と今の日本が少し違うと感じることもあります。例えば日本の電車です。私の中では日本の電車はとっても静かな場所でした。少し大げさに言いますけど、喋ったら死んじゃうのって思うくらい静かなイメージがありました。もちろん実際に話してはいけないっていうわけではありません。ただ電車の中では静かにしなければならないっていう印象が私の中でとっても強かったんです。でも最近日本の電車に乗ってみると、小さな声で会話してる人も結構いました。でも私はあれ？日本の電車ってこんなに話してもいいんだっけ？って逆に驚きました。もう昔の私が気にしすぎていただけなのかもしれませんし、乗った時間、場所によっても違うと思います。日本の電車が本当に変わったのかどうかは私には分かりません。でも海外に住んでいる間、私の頭の中にある日本が私が日本を離れた頃のまま
止まっていたのかもしれません。私も韓国で生活しながら少しずつ変わってきました。でも、日本も私がいない間に少しずつ変わっているようです。日本人の私が今の日本を見て驚く。これも逆カルチャーショックの一つなのかもしれません。自分が変わっただけではなくて、日本も私の知らないところで少しずつ変わっている。そう考えると不思議な気持ちになります。では、ここからは日本へ帰った時に感じるもう一つの不思議な気持ちについてお話ししていきたいと思います。日本に到着すると私は理由のない安心感を覚えます。もうコンビニの看板、日本の道路っていうのを見るだけで、日本だって思います。何か特別なことが起きたわけではないのになぜか安心します。でもその一方で、日本に帰ってきたっていうより、旅行に来たっていう感覚もすごく大きいです。そのせいか、日本に帰ると財布の紐がとっても緩くなります。ここで今日の表現一つ紹介していきましょう。財布の紐が緩むです。これはお金をいつもよりたくさん使ってしまうという意味です。日本に帰ると私は本当に財布の紐がゆるゆるになります。スーパーやドラッグストアへ行くと日本でしか買えないものとか韓国へ持って帰りたいものっていうのをたくさん買います。私が買い物かごにどんどん物を入れているとお母さんがなんかあんた外国人みたいだねって言ってきますでも海外に住んでいる人なら分かってくれるんじゃないでしょうか。自分の国へ帰った時、これは今買わないと次はいつ買えるかわからないって思って必要なものをもう全部買いたくなりませんか？どうですか？私にとっては普通の買い物なんですけど、母から見ると外国人観光客が日本の商品を爆買いしている、そんなように見えるようです。そして日本へ帰ったばかりの時は日本の料理がもうとっても美味しく感じます。食べたかった料理をこれでもかってぐらいたくさん食べます。でも3日ぐらい経つと今度は韓国の辛い料理が恋しくなります。日本にも辛い料理はありますが、今の私にとってはあまり辛く感じないことが多いです。なのでだんだんなんか辛いものが食べたいって思うようになります。なので韓国に戻るとしばらくは辛い料理ばっかり食べます。で、韓国の家に着いた時は今度もまたなんか家に帰ってきたってほっとします。でも日本の実家に着いた時も同じように家に帰ってきたって思います。もうどちらも私の家なんです。ここまではちょっと笑いながら話してきましたが、最後は私が今でもよく考えることについてちょっとだけ真面目にお話ししていきたいです。日本と韓国両方に家があるように感じることっていうのはとっても幸せなことだと思っています。日本へ帰れば家族がいて昔から知っている景色があります。韓国へ戻ると夫がいて今の私の日常があります。両方にね、自分の居場所があるんですね。でも時々逆にどちらにも完全には属していないような、そんな感覚になることもあります。日本にいると
前とはちょっと変わった自分に気づきますし、韓国にいると自分が外国人であるっていうことを感じる瞬間がまだ結構あります。両方に居場所があるのに、どちらにも完全には溶け込んでいない、そんな気がします。将来私はどこで暮らしていくのか、もっといくと人生の最後をどこで迎えたいのか、そんなことまで考えて悩むこともあります。今の私にはまだ答えは出ていません。ただ、日本に帰るたんびに感じるこの小さな違和感っていうのは、私が日本の文化を忘れたからではなくて、韓国で新しい生活や習慣を身につけながら、私自身が少しずつ変わったっていうことなのかなって思っています。そして私が変わっている間に日本も少しずつ変わっていました。もう昔の自分に完全に戻ることはできないかもしれません。でも日本で過ごしてきた自分も韓国で生活している今の自分もどっちも本当の私です。二つの国に家があるからこそ感じられる安心感っていうのもあれば、二つの国のその間にいるからこそ感じる迷いみたいなのもあります。今はその複雑な気持ちも全部含めて私の生活なのかなって思っています。さて、皆さんはどうですか？長く住んでいた場所へ久しぶりに帰って前とは違う感覚になったことありますか？また、海外で生活したそんな経験がある方は、自分の国へ帰った時、どんな逆カルチャーショックを感じましたか？ぜひ皆さんの経験もコメントで教えてください。そしてこのエピソードを使ってもっと勉強したいよっていう方は、振り仮名付きスクリプトが入ったワークブックもありますので、概要欄からチェックしてみてくださいね。今日のポッドキャストが良かったなと思ったら、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。そしてベルマークを押して通知もオンにしてくださいね。まだもう少し日本語を聞きたいよっていう方は、画面に出ているポッドキャストも続けて聞いてみてください。今日も最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。それではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。またねー。